はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ついに Horizon Simulations からリリースされた Boeing 787-9のフリーウェアの機体アドオンですね、こちらの方を紹介していきたいと思います。この Horizon Simulations の Boeing 787-9はですね、様々な機能が追加されていまして、以前のアップデートで追加された EFB フライパッドの方のパフォーマンス計算も追加されています。さらにはですね、モデルの強化であったりコックビット内のテクスチャーなども変更されています。その他にもフライトモデル、飛行性能ですね、オートパイロットのシステム関連、また挙動などもですね、非常によくカスタマイズされているので、さらにボーイング787がリアリティを増す機体アドオンになっています。この Horizon Simulations のボーイング787-9はですね、フライトシム .to またはですね、ヘッドウィンドウシミュレーションズのインストーラーの方からもインストールすることができるようになっています。この2つのサイトは概要欄の方にリンクを載せておきます。またこのアドオンはですね、プレミアムエディションで使用することができるようになっています。それでは今回も早速見ていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。まずはじめにですね、機体の選択画面ですね、こちらの方でまずロールスロイスのエンジンの機体、GE エンジンを搭載している機体、こちらのメニュー画面で2つのそれぞれの機体を選択することができるようになっています。リバリーの方もですね、GE エンジンとロールスロイスエンジンの両方でですね、それぞれ異なる航空会社のリバリーが付属されています。GE モデルの機体だと日本の航空会社は JAL のリバリーですね、こちらの方が付属しています。ロールスロイスの機体モデルだと ANA ですね、標準塗装とあとはスターウォーズの R2D2 ですね、こちらの方が付属しています。リバリーに関しても元から入っているものが非常に多いのでかなり充実している印象がありました。まず最初はですね、外部のモデルから見ていきたいと思います。モデリングに関しては、ボーイング787のダッシュ10とダッシュ8のちょうど中間のサイズですね、こちらの方がですね、再現されていまして、さらにですね、デフォルトとは異なる外部の照明もですね、カスタマイズされています。照明の方はですね、後ほど夜間にして見ていきたいと思います。また機体自体には汚れであったりマーキングの再現も施されました。このように実機のボーイング787-9をですね、忠実に再現されていまして、翼の面積、航空機の長さ、胴体の幅などもですね、正確に再現されています。続いてコックピットの方ですね、こちらの方も少し変更があったので見ていきたいと思います。今回コックピットのテクスチャーが変更されたということで、デフォルトの787-10とは異なり使用感が再現されていて、あらゆる場所にですね、摩擦で起きた擦れなどそのような再現も施されています。また今回のこの機体もですね、SIM ブリーフとの方の連携もできますので、SIM ブリーフの ID をですね、入力しておきましょう。SIM ブリーフの ID を入力する際は、このインデックスページですね、こちらの右下のセッティングをクリックします。2ページ目に行きます。ここにですね、ユーザー ID があるので、SIM ブリーフの ID を入力しておきます。ユーザーネームの方は入れなくても反映されました。SIM ブリーフのパイロット ID の確認方法はアカウントセッティングですね、こちらの方から確認することができるようになっています。こちらを先ほどのユーザー ID に入力していきます。ステータスがアクティブになれば完了です。これで燃料のですね、調整なども SIM ブリーフの値をロードすることができるようになります。
またダッシュ点と同じくですね、ウェイト&バランスの方もセットできるようになっています。SIM ブリーフを利用している方はですね、こちらのセット from OFP を押すと SIM ブリーフで算出したデータの方がですね、自動的に反映されます。SIM ブリーフを使っていない場合はですね、燃料の方などですね、手打ちで入力することも可能になっています。現在はアラインの方もですね、済ましている状態になっていまして、ルートの方ですね、リクエストできるので、ルートをリクエストしてデパーチャーの方を入れてパフォーマンスページも入れていきましょう。この流れでですね、フライパッドの方もですね、見ていきたいと思います。リクエストを押したらですね、左下のロードをクリックしてルートを読み込みます。出発空港オリジンの RJAA と到着空港の KJFK ですね、こちらの方しっかりと表示されていれば、使用滑走路ですね、ランウェイこちらの方も入れておきます。最後にエクスキュートを押して確定します。今回はガルボ2デパーチャーですね、こちらの方を選択していきます。はい、次にパフォーマンスページですね。ゼロフューエルウェイトの左側ですね、一度クリックしてスクラッチパッドにコピーさせてもう一度ですね、ペーストする形になります。このゼロフューエルウェイトは機体の総重量からですね、燃料を引いた値になります。この下のリザーブですね、予備燃料の箇所、SIM ブリーフのペイロードのタブのところですね、SIM ブリーフの OFP にもですね、記載されています。ファイナルリザーブプラスオルタネートと書いてあるこちらですね。今回は 13.0 を入力します。コストインデックスが160とね、かなり高くはなってるんですが、今回このまま入力して160を入力します。コストインデックスは運行する際のコストですね。数字が大きいほどコストはかかり、少ないほどコストを抑えられると言われています。はい、続いてスラストページですね。こちらの方もですね、今回 TO1 のクライム1でセットしていきます。次にテイクオフリファレンスページですね、こちらの方入力なんですが、左側ですね、こちらの方は入れて、右側の方はですね、フライパッドの方の離陸計算の方ですね、そちらを参考に入れていきたいと思います。このテイクオフページの2ページ目ですね、右下の外気温を入れるところですね、こちらも入れておくと後ほどフライパッドの方に反映されます。早速フライパッドを見ていきましょう。ホライゾンシムのフライパッドにはドアページの方も追加されていて、機体の扉ですね、フライパッドの方から操作することも可能になっています。まずこちらのパフォーマンスページですね、離陸時の計算をしていきたいと思います。先ほど FMC に入力したデータですね、こちらの方をフライパッドにコピーすることができるようになっています。左下のコピー FMC データ、こちらをクリックします。これでデータの方がインポートされ、エアポートの箇所には RJAA ですね、またランウェイには34レフトですね、こちらの方が入力されています。一部入力できないところもありますが、その下に行くと滑走路のコンディションを指定することができます。ウィンドウのところはですね、風の情報を入力するようにします。ライブウェザーであればツールバーからですね、雲のマークをクリックして、風向き風速を見ることができます。また外部のサイト等でですね、メタを見て入力するのもいいと思います。ここの入力はですね、一度クリックしてキーボードで入力することができるようになっています。次にアウトサイドエアテンパーチャーですね、こちらも外気温の方ですね、FMC に入力した値がすでに表示されています。他にも QNH であったり、先ほど FMC に入力した情報がですね、反映されています。右側の方はですね、離陸時のスラストの設定であったり、フラップの設定、その下はアンチアイスですね。こちらの方を選択していきます。ここまでの入力が終わったら、一番右上ですね、カリキュレートを押して、離陸時の計算を算出してくれます。表示されている V1、VR、V2 の値ですね、FMC のテイクオフページに入力しておきます。このような一連の流れになるんですが、フライパッドの方はですね、将来的にもですね、チャートが見れたりなどアップデートを重ねて、期待できるかもしれません。続いてはですね、エンジンサウンドの方ですね、こちらの方も少しご紹介しておきたいと思います。
エンジンサウンドに関しては機体の GE モデルとロールスロイスのモデルでですね、それぞれ異なるサウンドになっていまして、フリーのモッドをはるかに超えているなという印象はありました。またこのエンジンのファンブレードもですね、アニメーションの方が作り直されたということで、非常によく作り込まれています。続けて JAL の GE サウンドですね、こちらの方も紹介しておきます。客室であったりコックピットで聞く音はですね、また変わってくるので、エンジンサウンドもお楽しみいただけるんではないかと思います。続いてはですね、夜間の照明ですね、こちらも非常に綺麗になっているので、少し暗くしてですね見ていきたいと思います。ホライゾンシミュレーションズでは照明の方もですね強化ということで、かなり力を入れていて、ビーコンライトからストロボライトもですね非常によく光っていて、ボーイング787特有のですね LED の点滅ですね、実機をより忠実に再現している印象があります。キャビンの照明もですねカラーリングのタイプに応じて少し変更されるということです。リバリーの数もですね30種類以上あるので、そういった夜のムード照明ですね、そちらも楽しめるようになっているということです。はい、今回ここまで紹介してきましたが、数回に分けてですね、次回はタキシングの挙動であったりマニュアル時の挙動、オートパイロット時のですね、システム関連、挙動関連ですね、そちらの方を紹介できればと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録の方お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。